今回ですね、再生医療は金ドブかということについて語っていこうかなと思うんですけど、今月から当院の運転手兼動画撮影、編集をしてくれる慶一郎くんが来てくれているので、一緒に語っていこうと思うんですけど。はい、よろしくお願いします。はい、慶一郎くん、再生医療聞いたことあります？いや、聞いたことないですね。ちなみに再生医療ね、やっぱり医療者じゃない人とかだと、まだまだ馴染みはないと思うんですけど、エクソソームとかは聞いたことあります？エクソソームは聞いたことありますね。今実際に毎日顔に塗ってます。慶一郎くんはね、実際エクソソーム化粧品というのをね、毎日顔に塗ってるということなんですけどね、今、エビデンスがそういう日本再生医療学会とか、あと臨床試験とかね、実際の論文とかで検証されてて、エビデンスがあって効果があるって言われているエクソソームは、点滴とか化粧品ではなくて、髪とか毛髪に実際に打つっていうやつは論文でエビデンスあるんですけど、化粧品とかよくあるエクソソーム点滴って言われている巷のね、美容クリニックとかで使われているやつはまだエビデンスがなくてぼったくられてるかなという印象なんですけどね。今後はそういう化粧品じゃなくて普通の化粧品でもいいかなと思うんですけど、今回はですね、そんな慶一郎くんにおすすめの治療を僕が実際に受けてるところを撮影してもらいながら解説していこうと思うので、ちょっと撮影の方よろしくお願いします。はい、わかりました。お願いします。はい。今からですね、実際に打ってもらおうと思うんですけど、これがね、エクソソームが入った幹細胞培養浄成器のやつですね。僕が狙ってるのは、ちょっとエクソソームは現時点でね、何に作用してるかっていうのがね、よく分かってないので、エクソソームっていうのは細胞外情報体っていう分泌物を出して、シグナル伝達をしてるんですけど、その際はね、詳細には分かってないんですけど、その幹細胞培養浄成器っていう中にエクソソームが含まれていて、その中にもう一つね、サイトカインっていうのが含まれてるんですけど、そのサイトカインに含まれている VEGF とか TGF-β とかね、そういうものの効果を期待して今から打っていきます。で、今回使うのは慶一郎君、これは見たことあります？ないですね。ないよね。これね、インモード聞いたことある？いや、聞いたことないです。本当。はい、利用してる人とか結構ね、有名ですけどね、うちでもよく使われているインモードのね、モフィウスってやつがね、後で見てもらうんですけど、針を刺して実際に薬液を浸透させるって結構ね、痛いけど、針を刺すことによってコラーゲンを生成させて肌を結構綺麗にするっていうのと同時に薬液も入れていくっていう一石二鳥の治療なんでね、僕は結構おすすめなんですけども、ただ結構痛いんですよね、実際に針刺すんで。で、正気は使ったことある？ないですね。後で使ってみてください。酔っ払った感じになってね、酔っ払った時ってこけてもあんまり痛くないじゃないですか。記憶ない。そうそうそう。っていうね、痛みを和らげるものなんでね、結構これをね、僕は吸いながらやってもらう感じですね。僕も結構ニキビできるので、毛穴の引き締めとか、あとお肌の張り感とかツヤをキープするっていうのと、あと頭皮にね、打っていくのかなというところですね。エクソソームは一応、点滴とか化粧品はエビデンスないんですけど、頭皮とお肌は結構いい論文が出てきてるので、当院でも今月からやっていこうかなと思うのでね、ぜひ気になる方は公式 LINE から予約していただければと思いますね。はい、今正気流してるんですけど、ここ見えます？この玉みたいなのが浮いてるの分かる？はい。これがね、今正気が左かな、酸素が右なんですけど、正気をね2リットル流して酸素を2.5 ぐらい流してるんですけど、僕の鼻から今正気っていうのを吸って、正気はね、本当に漢字の通り笑う気って書いて正気って書くんですけど、本当吸ったら酔っ払った感じになってきて、僕は結構効くので、吸いすぎると気持ち悪くなるので適量でいいかなと思いますね。どれぐらいで効果で出てくるんですか？人によるけど、僕は2分から3分するともう酔っ払った感じになってくるんで、多分言動が変な感じになるんで伝えるべきことは最初に伝えるとこうかなと思って正気麻酔してないと結構痛いんですよね。でちなみにモフィウスはね、7ミリまで打てて、7ミリまで刺すとね、例えばボディとかだとね、脂肪まで焼けるんですけど、脂肪とか皮膚のたるみが気になる人は7ミリまでボディだったらやってあげて、顔に7ミリとか刺すと神経障害になっちゃうんで、2、3ミリでいいかなと思うんですけどね。今回は神秘っていう浅い層だけに打つんで、1ミリだけで打っていきます。あと熱も加えられるんですけどね、頭皮に熱加えると僕全部髪の毛抜けちゃうんで、今回はね、発毛目的なんでね、逆のことをしないように、熱はちょっと最小限でいこうかなと思います。はい、じゃあ、将棋がね、効いてきたのでね、やっていってもらおうかなと思います。酔っ払ったみたいな感じになってね、あんまりうまく喋れない。さっきも言ったんですけどね、エクソソームっていうのはですね、幹細胞をね、取り出すときにね、遠心分離っていうのにかけるんですけど、その時にできる上積み液に含まれている一つがエクソソームって言ってね、それ以外にもね、サイトカインとかね、他の物質が含まれている成長因子とかね、そういうものをですね、期待していっていこうかなというところですね。全然痛くない。
ちょっと勝負強すぎるかも。いや、正気はね、本当にね、聞くとめちゃくちゃ酔っ払った感じになるんで、今いくらだっけ？今、22出します。まあちょっとお酒弱い人はね、あんまり強くしすぎると。こうやって今、針刺してるの分かる？横から見た結果です。ここで実際に、幹細胞培養上映精液ですね、エクソソーム含むを針で実際に真皮内に直接打ち込むことで、皮膚の張りを保つっていう。まあ、このモフィウスだけでもね、皮膚の張りを保つ、なんていうたるみ予防とかになるんですけどね、そのエクソソームを加えてあげることによってね、コラーゲン促進の効果がさらにね、増すのでね、せっかくモフィウス打つならエクソソームと一緒に打ってあげると僕はいいかなと思いますね。で、エクソソームはね、慶一郎くんがやってる化粧品はあんまり効果ない、エビデンスないんですけどね、点滴もちょっと微妙なんですけど、頭皮と皮膚だけはね、結構いい論文があるんでね、今後どんどん研究が進んでエビデンスが出てきたら、まあ点滴とかもいいと思うんですけど、まあまずはね、皮膚と頭皮はね、結構いいエビデンスが出てきてるので、人でもやってみてもいいかなとは思いますね。痛いですね。まあ、例えば毛穴の開きとかね、ニキビ肌で悩んでる人とか、将来のたるみとかね、シワ予防に打ちたいっていう方はね、結構ね、今からアンチエイジングで打っとくのはいいかなと思います。じゃあ、なんか頭皮をね、打っていこうかなと思いますね。まあ、僕はね、唯一の欠点であるね、毛量の数が少ないというのをね、ちょっとエクソソームで変えたいので、期待して打っていきますね。打つことですね。どうですか、ケイジロ君。やってみたい？やってみたいね。ぜひ。本当にね、結構効くらしいけどね。生えてくるん？生えてくるらしい。本当になんかいい論文あるのよ。頭皮に関しては。エクソソームが効くって？そう。化粧品だとね、そのエクソソームを塗っても真皮に取り込めないのよ。こうやって針で直接真皮に届けてあげると、まあ、効果があるっていうね。まあ、結構ね、針刺して痛いとは思うんですけどね、ショーツやるとそんなに痛くなくできるんで、まあ、ぜひ、モフィウスをやられる方はね、消去をつけていただければと思いますね。消去が高いんでね、5000円別ですけど、痛みの目に使ってあげるといいかなと思いますね。はい、ということでね、終わりましたけどね、正気やっと抜けてきて、で、ケイチロ君もね、さっき正気やってもらったんですけど、実際受けてどうでした？まだ酔っ払ってますね。本当に酔っ払ったみたいになるんでね、その酔っ払ったみたいになった時にね、打ってあげるとそんなに痛くないんで、正気やらずにやるとかなり痛いんで、麻酔クリームとかね、正気打ってね、気になる方は打ってみてください。今後もね、ちょっとね、モフィウス8と、まあ、幹細胞培養調整液、エクソソーム含めるやつを掛け合わせて、こうやってやることによって、次世代のね、肌再生医療とかね、やっていこうかなと思うのでね、ぜひ気になる方は公式 LINE から予約してください。はい、それでは。